あなたはこの絵を描いた人物をどんな人だと想像しますか？遡ること2年前の2020年5月3日、舞台はインドネシア・ジャカルタのサワベサール。この街で6歳の男児が行方不明になりました。懸命の捜索が続く中、Facebook に怪しい動きをする人物が。その人物はプロフィール名を殺人犯に変更し、クローゼットに幼児の遺体があると投稿したんです。しかし投稿を見た人は冗談だろうと相手にしませんでした。なぜならその人物は警察すら全く疑いを持たないほど犯人とは結びつかない人物だったから。さらにこんな投稿が続きます。刑務所行きかな、それとも精神科？そう、犯人は分かっていたんです。自分が絶対に裁かれないということを。 Facebook 上で不可解な投稿を続ける謎の人物。犯人の部屋から見つかった絵は一体何を意味するのか。奇妙なこの事件が残したのは報われることのない理不尽な犠牲だったんです。ストレッチを毎日サボらずにやると体調良くなるよ。ケンちゃんです。見頃、食べ頃、落とし頃、エミエミコです。ペヤングソース焼きそば。唐突に宣伝するわ。案件じゃないんだよ。最近食べてるブロッコリーと鶏肉しか食べない。本当に？あとチョレギサラダ。チョレギサラダ。8月までに60キロ台にならないと坊主にするって前の動画で言っちゃったんで、本日ご紹介するのは6歳の男の子が犠牲になってしまった非常に残虐な事件なんです。犯人の異常行動から恐ろしい残虐性が明らかになっていくんですけど、果たして犯人を裁くことはできるんでしょうか？そんな残虐なことやっといて裁けない？心神喪失とかだったってこと？そうではないです。実はね、また違った方向から裁くことに対する困難っていうのが立ちはだかってくるんです。この事件で一体何が起こったのか見ていきたいと思います。秘密のノート。遡ること2年前の2020年5月3日、インドネシア・ジャカルタのサーベサール。この日の午後5時頃、6歳の男の子エド君は友達の家に行ってくると家を飛び出していきました。母親はそんな様子を微笑ましく見守ります。というのもエド君は極度の人見知りで、小学校に入学した後も新しい友達はできていませんでした。そんな中唯一仲が良かったのが隣の家に住む同級生。家族ぐるみの付き合いもあり、エド君の母親はそんな友達を心強く思っていたんです。そしてその夜、エド君の母親はいつものように隣人宅へ向かいます。こんばんは、エドの迎えに来ました。しかし同級生の母親から返ってきた答えはいつもとは違うもの。エド君ならいないわよ。今日は用事があって私も息子も留守にしていたの。他に友達がいなかったってことは別の家に行ったってことでもなさそうね。無理やり連れてかれたとかってこそれがですね、エド君が見つかったのは意外な人物の家だったんです。エド君が行方不明になった日の晩、エド君の母親から通報を受けた警察は必死の捜索を続けていました。その一方、Facebook 上で不審な投稿をする人物が現れます。部屋に幼児の遺体がある。夜中にゾンビみたいに目を覚ましたりしないよね。明日自首します。刑務所行きかな、それとも精神科？そして翌日、職場や学校へ向かい多くの人々が行き交う時間帯、刑務所にある人物が訪ねてきました。そしてこんな話を始めるんです。自分が男の子を殺害した。部屋に遺体があると。しかし警察はその人物が話すことは作り話だろうと思っていました。なぜなら犯人だと自称する人物はどう見ても人を殺すようには見えなかったから。しかも遺体があるというその人物の部屋も昨晩警察が確認したばかりでした。ところがこの警察の予測はあっけなく裏切られてしまうんです。なんと再度調べてみると、その人物の部屋のクローゼットからエド君の遺体が見つかりました。遺体はベッドシーツにくるまれ、体はロープで何重にも縛られていました。警察は事件当日犯人の部屋を訪れていたんですが、部屋の中にエド君がいないことを確認すると、クローゼットは確認せずにその場を後にしていたんです。警察事件現場に来たの気づかなかったってこと？そうなんです。それほどね、本当に意外な人だったんです。誰？エド君の殺害を Facebook でほのめかし、警察に自首してきた人物の正体はなんとごく普通の女子中学生だったんです。彼女の名前はサリ。なんと彼女はエド君の数少ない友達の姉だったんです。サリは真面目な性格で9つも年の離れた弟の面倒見がいいことで評判でした。そのため犯行が明らかになった後もエド君の両親はサリが犯人であることは信じられなかったというんです。しかしそんな評判からは想像もできないほどゾッとするメモやノートがサリの部屋から押収されるんです。そこには落ち着いて拷問を与える、私は感情をコントロールできない10代、小さい子に苦痛
を与えたいですかといった言葉や奇妙なイラストが描かれていました。イラストの中にはロープでぐるぐる巻きにされた人物の絵も。エド君の遺体も体を縛られた状態で発見されたことから、これらは犯行計画ではないかと報道されたんです。自分の弟を可愛がってたんでしょ、それなのになんか小さい子に苦痛を与えたいですかってこと書いてるってさ、結局それ自分の弟が犯行のきっかけだったんだよ。実はですね、サリを犯行に駆り立てたのは、本当に純粋なある欲求からだったんです。そして後々ね分かることなんですが、あのノートには重大なね、ある秘密が隠されているんです。抑えきれない欲望。サリの取り調べが始まると、彼女の異常性が徐々に浮き彫りになってくるんです。サリには事件を起こす前からむしゃくしゃした時に行うある癖がありました。それは動物虐待。サリは高層ビルから猫を投げ落としたり、カエルをフォークで突き刺したりしていたんです。絶対ダメだよ、本当に。そして警察がサリに男の子を殺害したのを後悔しているかと尋ねると、彼女はきっぱりとこう答えました。後悔なんかしていません。満足しています。私はずっと人を殺したいという欲望に支配されてきました。その欲望を満たすことができたので、やっと私は正常になれたんです。だからもう何の問題もありません。この発言からサリの精神状態が異常であることは明らか。さらに警察が犯行動機を尋ねると、サリはこう言い放ったんです。大好きなホラー映画のワンシーンを真似てみたくなったの。エド君は映画の場面を再現するためだけに殺されたんでしょう。あまりにもね短絡的ですよね。生き返るとでも思ってたのかしらってぐらい短絡的。実際刺激の強すぎる情報っていうのは子供に悪影響だということが実験によって証明されているんです。2人のね親御さんがねもうちょっとね関心を持って育ててればたられば言うのもあれなんですけど、こういったものはねペアレンタルコントロールっていうんですよね。というわけで本日のメタラキーワード、ペアレンタルコントロールについて。ペアレンタルコントロールとは、未成年に悪影響を与える可能性があるゲーム、映像、ウェブサイトなどに子供がアクセスできないように保護者が監視、制限する取り組みのこと。イギリスで行われた研究では、暴力シーンなどの過激な情報は低年齢なほど潜在意識にダイレクトに影響しやすく、攻撃的な行動を取りやすくなると発表されました。サリもスレンダーマンやチャイルドプレイといった子供が恐ろしい目に遭うホラー映画を好んで見ており、小さい子を殺してみたいという衝動の引き金になったと自供しているんです。残虐シーンとかやっぱりちっちゃい頃に見ちゃうとそんな悪影響が出ちゃうのね、難しいわよね。全部を制限するなんてできないんじゃないこれ。おっしゃる通りでですね、制限したとしてもさ、どっかで増えちゃう可能性はあるし、普段の生活の中でねちゃんとした道徳観とか、倫理観みたいなところを、大人でも倫理逸脱した人がいるんで、大人も学ばないといけない中で、特に子供にはね親は一層気にかけて子育てに向き合うっていうのが求められるんじゃないかなってね僕はね思うんですよ。いろんな事情があったとしても、どうしてサリはそんな悪い方向に行っちゃったのかしらね。精神鑑定が進むにつれて、サリはあることを告白し始めます。それは彼女はもともと自殺したかったということ。それがいつの間にか幼い子を殺してみたいという欲望にすり替わっていったとサリは言うんです。ただサリにも自覚はありました。その欲望を満たすことは決して許されないことであると。そこでサリは自分の心から溢れ出してくることをノートに吐き出すようになったんです。それでもサリの妄想は消化されるどころか、ますます膨らんでいくばかりでした。そんなある日、彼女が一人で留守番をしていた時のこと。サリの家をたった一人でエド君が訪ねてきました。まだあどけないエド君を前にしたことで、ついにサリの欲望は爆発。弟は出かけていないの。でもちょうど今お風呂におもちゃを落としちゃって困ってたんだ。エド君も拾うのを手伝ってくれない？わかった。何の疑いもなく浴室へ向かうエド君。そしてエド君が浴槽を覗き込んだ次の瞬間、サリは小さな頭を水の中へ突っ込んだんです。頭を持ち上げようと必死で抵抗するエド君。しかしサリはぐいぐい押し付ける手を離しません。やがてエド君がぐったりしたのを見ると、サリは彼の頭を浴槽から引き上げ首を絞めて殺害。その後遺体をロープで縛り、自分の部屋のクローゼットに隠したんです。ほんと残酷極まりないんだけど、何の罪も犯してない子がこんなことになっちゃう。許せないわよ。どんなことをして償ってもね、両親の傷は癒えないんですよ、ですがね、せめてちゃんと罪を償ってほしいですよ。まあそうなんだけど、彼女未成年でしょ。この後どうなっちゃう？それがですね、警察も耳を疑うような発言をするんです。国内ではこのあまりにも残虐性の高い少女に対し厳重に罰するべきだという声が多く上がりました。しかし警察はサリについて驚きのコメントを出すんです。彼女を加害者扱いしないでほしいと。なぜ数々の残虐な行動が明らかになったサリに対し警察はそのような発言をしたのか。その答えを物語るかのように、彼女の逮捕から2週間後、3人の男が逮捕されました。そのうちの2人はサリの親戚にあたる人物で、もう1人は10歳年上のサリの彼氏。なぜこの3人の男
男たちは逮捕されたんでしょうか。事の始まりはある日、サリの家に親戚の男2人が転がり込んできたことから。サリはもともと両親と6歳の弟の4人暮らしで、母親は父親の再婚相手でした。サリは父親の連れ子で、弟はママ母の連れ子だったんです。それでもサリは血のつながりのない弟を可愛がり、ママ母ともうまくやっているように見えました。そんなある日、ママ母がサリの父親にこんな話をするんです。田舎に住んでいる私のいとこが仕事がなくて困ってるの。だったら家に呼び寄せて一緒に住めばいいじゃないか。サリの住むジャカルタは都市部ということもあり、田舎に比べれば仕事が見つかりやすかったんです。しかしこの父親の善意がサリの運命を大きく狂わせていくことになるんです。サリからすればさ、全く面識のない男が2人ずかずか家の中に入ってきたってことよ。絶対嫌ですよね。嫌よ。年頃のね、娘さんがいるっていうのにもかかわらず軽率ですよね。うん。そしてね、ここからね、こうサリの苦痛の日々が始まっていくんです。家族全員が寝静まった夜更け、ぐっすり眠っていたサリの上に重い何かが覆いかぶさってきた。何？目を覚ますサリ。しかし瞬時に口を塞がれ、彼女は声を上げることすらできなくなった。静かにしろ。そこにカメラがあるだろう。もし大声を出したり、このことを誰かに話したら動画をばらまいてやるからな。家に転がり込んできた親戚の男がサリを呼ばいにかけに来た。ガクガクと恐怖に震えるサリの体。彼女は屈辱感に溺れながらもぎゅっと目を閉じ、時が過ぎるのをじっと耐え忍ぶしかなかった。そんなおぞましい日々は何日も続き、ボロボロになったサリの心と体。誰かに助けを求めたい。でもそんなことをすれば自分の恥ずかしい動画が世にさらされてしまう。そんなサリの異変に気がついたのはサリの彼氏だった。最近何か変じゃないか？実は私おじさんに嫌がらせを受けているの。そうなんだ。だったら俺にもさせてよ。なんとサリの秘密を知った彼氏は彼女を慰めるどころかサリを縛り付け、思う存分己の欲望を満たしたのだ。ちょっと言葉出ないわよ、これは。本当にね、最低ですよね。最低よ。ところでね、メトラの皆さんは動画の最初にお見せしたサリのノートに書いてあるイラストの内容を覚えていますでしょうか？実はここにですね、サリが犯行に及んだ本当の理由が書き記されているんです。落ち着いて拷問を与える。私は感情をコントロールできない10代。小さい子に苦痛を与えたいですか？そして体をロープで縛られたイラスト。サリがノートに書き記していたのは犯行計画ではなく、彼女自身が男たちにされてきたことだったんです。そしてこの3人の男たちの犯行が明らかになったきっかけはサリが口を割ったからではありませんでした。ではなぜ警察がその事実に行き着いたのか。それはサリの妊娠が判明したから。15歳で妊娠？彼氏はサリと無理やりするために縛り付けたってこと？そうなんです。そしてね、もし合意の上だったとしても、サリは未成年なので、その彼氏は処罰の対象になるんです。しかもですね、その彼氏はですね、サリの妊娠を知った途端、もう好きにしていいじゃんっていうね、クソみたいな態度だったんですよ。警察がね、サリを単なる加害者扱いしないでっていう主張はわかるんだけど、だからといって江戸君のことを思うとさ、私は被害者ですだけでも言えないじゃん。加害者でもあり被害者でもあるからね。こうしてサリは殺人犯として、そして性被害者として裁判に立つことになるんです。報われない思い。サリが殺人犯として逮捕された時、あまりの残虐性からいくら未成年といえども厳罰に処するべきだという声が多く上がりました。ところがサリの過去が明らかになるにつれて、本当に悪いのは誰なのか、親にも問題があったのではないかと責任の所在を追及する動きに変わっていったんです。そして事実、サリの心を歪ませたのは父親に対する複雑な感情でした。彼女が心の内を吐き出したノートにはこんな一文もあったんです。明日はお父さんが永遠に死んでしまうのを見て笑おうと思います。それほどまでに父親を憎んでいたのは、サリが幼い頃から冷え切った関係の両親の間で自分はいらない存在だと感じていたから。その虚しさが憎しみへと変化していったんです。しかしいくら憎くてもサリにとって父親は唯一血のつながった肉親。サリが罪悪感がなかったにもかかわらず自首したのには父親の存在が深く関係していたんです。もしお父さんがエド君の遺体を発見すれば私に幻滅するかもしれない。そんなことになるくらいなら自首した方がマシだ。そうすればお父さんから見捨てられる前にお父さんの前から姿を消すことができる。そう、サリが本当に望んでいたのは自殺でも殺人でもなく親からの愛情だったんです。サリの真実が明らかになるにつれて世間の彼女への視線は恐怖から哀れみへと変わっていきました。しかしその一方でエド君の父親はマスコミのインタビューに対しこう語っていたんです。サリへの死刑宣告を望む。これサリだけにさ、事件の責任を押し付けるっていうのは絶対違うってわかるんだけど、だからといって殺人鬼を起こしたのは仕方ないんですっていうのも違うからもどかしいわよね、これね。まあね、サリは更生すればね、また真っ当に人生をやり直せる可能性はあるんですけど、命を奪われたエド君は
は戻ってきませんから。結局サリはどういう判決を受けるの？裁判の結果、サリに言い渡された判決は懲役2年。何の罪もない幼い命を奪ったことを思えば軽すぎるようにも思えます。しかし通常では未成年に懲役刑が下ることはないんです。それを考えればこの判決は前例にはないものだったんです。そして裁判の行方と同じぐらい注目を集めたのがサリのお腹に宿った命。犯罪の末の妊娠だったこともあり、当初は中絶手術を受けるのではないかと考えられていました。しかしサリは頑なに出産を希望。彼女の意思は尊重され、更生施設職員たちの手厚いサポートのもと、無事に元気な男の子を出産するんです。さらにサリは学校に戻りたいと話し、オンライン受験で高校に合格。2年の服役を終えた後に入学が決定しています。サリの更生プログラムを担当した職員によると、彼女の精神は解放に向かっており、エド君や遺族に対して謝りたいと話しているそうなんです。サリは新たな人生を歩み始めているんです。しかしサリには手厚いサポートがある一方で、突然未来を奪われたエド君、そしてその遺族の思いは報われることはないんです。犯罪者になってしまった未成年には手厚いサポートが用意され、本人の意思と未来が大切に守られています。しかしそれだけでは被害者の無念を晴らすことは難しいのが現状。未成年犯罪には多くの場合必ずと言っていいほど予兆があるんです。大事なのはその予兆に気づき、犯罪者になる前に適切なサポートへ大人たちが誘導することではないでしょうか。